東京の朝、何百万人もの足音が駅へ吸い込まれていきます。今日紐解くのは東日本旅客鉄道株式会社の物語。この会社の主役は線路だけではありません。人が集まり街が動くその接点です。物語の始まりは1987年。国鉄という巨大な組織が分かれ、東日本の鉄道を担う会社として JR 東日本が生まれました。創業者一人の夢ではなく、社会の足を立て直す挑戦でした。受け継いだのは線路と車両だけではありません。通勤・通学、帰省、旅、地域の暮らし、止められない日常を背負ったまま、新しい会社として走り出す必要がありました。駅の窓口、改札、ホーム、車両基地。新しい会社の改革は会議室だけでなく、毎日の現場で進みました。安全を守りながら、利用者の不満を一つずつ減らす仕事です。JR 東日本の強さは、首都圏の大きな人の流れにあります。朝と夕方、駅は川のように動きます。この流れを安全に、正確に、毎日裁くことが会社の土台になりました。一方で、線路は東京の中だけに閉じていません。東北、上越、北陸方面へ伸びる新幹線は、仕事、観光、帰省を結びます。都市と地方をつなぐ長い道も JR 東日本の顔です。長平は小さな帳簿を開きます。鉄道会社を見るときは列車の本数だけでなく駅を通る人の時間を見ます。その時間の中に商いと街づくりの種が隠れているからです。どれほど便利なサービスも安全がなければ続きません。線路、橋、信号、車両、駅。見えにくい点検と更新の積み重ねが毎日の安心を支えています。駅は電車に乗るためだけの場所ではありません。朝のコーヒー、帰り道の買い物、待ち合わせ、ホテル、オフィス。人が集まる場所には自然に商いが生まれます。かつて改札は紙の切符を通す場所でした。一枚ずつ確認する仕組みは人の流れが増えるほど重くなります。そこで改札の時間そのものを変える道具が現れます。スイカはただの乗車券ではありませんでした。触れるだけで改札を通り、駅の店でも支払いに使える。移動と買い物が同じ小さな動作でつながっていきました。数秒の短縮は小さく見えます。けれど、毎日何百万人もが通る場所では、その数秒が街の流れを変えます。鉄道会社の技術は、時間の手触りまで変えました。駅中の発想は、移動の途中にある小さな余白を商いに変えました。遠回りせず買える、待ち時間に食べられる、帰り道に寄れる。便利さは駅の価値を押し上げました。同じ駅でも朝は通勤の場所、昼は買い物の場所、休日は旅の入り口になります。JR 東日本は日常と非日常が交差する場所を持っています。ここに他の業種にはない強みがあります。新幹線は都市と地域の距離を縮めます。出張、観光、帰省、地元の品物。速い列車は人だけでなく地域の物語も運んでいます。一方で全ての路線が同じように混み合うわけではありません。地域の人口が減るほど地方線の役割と採算は難しくなります。それでも暮らしを支える道としての意味は残ります。東日本の鉄道は地震、大雨、雪とも向き合ってきました。災害を乗り越える力は派手な成長物語ではありません。けれど社会インフラの会社を見る上で避けて通れない力です。徴兵の小さな帳簿です。鉄道会社の利益は乗る人の数だけでは決まりません。運賃、保守費、人件費、駅の商い、不動産の売却や賃貸、線路の外にも見るべき欄があります。JR 東日本の決算を見るときは、交通、不動産、駅中、その他を分けて考えると見やすくなります。鉄道が土台で、駅と街の事業がその土台の上に重なっています。コロナ禍の後、人の移動は戻りつつあります。ただし、働き方は以前と同じではありません。
通勤だけに頼るのではなく、旅行、買い物、街づくりを組み合わせる必要があります。駅中と不動産は鉄道会社のもう一つの顔です。駅の近くには人が集まり、土地と建物の価値が生まれます。列車を降りた後も JR 東日本との接点は続きます。高輪ゲートウェイシティはその象徴です。駅を中心にオフィス、商業、住まい、ホテルが重なっていく。鉄道会社が街の実験場を作る時代に入っています。会社はスイカをさらに生活の基盤へ広げようとしています。改札を通る道具から移動を支払い、地域サービスをつなぐ入り口へ。小さなカードの物語はまだ終わっていません。未来の改札は今よりもさらに軽くなるかもしれません。触れる、見せる、予約する、支払う。移動の手続きが少なくなるほど人は街を歩きやすくなります。羽田空港アクセス線のような計画は線路の一本以上の意味を持ちます。空港、都心、北関東、東北方面がつながると人の流れは新しく組み替わります。ただし、鉄道の未来は明るい話だけではありません。人手不足、物価上昇、設備の老朽化、保守費の増加。目立たない費用が会社の足腰を試します。2026年3月、JR 東日本は運賃改定を実施しました。これは利益を煽る話ではありません。安全投資、修繕、人材確保をどう支えるかという社会インフラの難しい問いです。社長メッセージでは、技術が進んでも人が新しい価値を作るという考えが語られています。駅も列車も最後は人が使い、人が支え、人が改善していく場所です。JR 東日本のエリアには大都市だけでなく、雪国、港町、温泉地、農村があります。地域と組んで観光や暮らしを支えることは、鉄道会社の新しい仕事でもあります。海外から日本を訪れる人にとって、鉄道は日本を理解する入り口です。駅で迷わず地域へ行き、体験を持ち帰る。観光の回復は、東日本の各地に新しい光を運びます。新幹線は人だけでなく、荷物も運び始めています。早く丁寧に地域の品を都市へ届ける。鉄道の速さを物流の価値に変える試みです。投資家が見る鍵は3つあります。1つ目は安全を守るための費用をどう吸収するか。2つ目は駅と街の事業をどれだけ育てるか。3つ目はスイカを生活の入り口にできるかです。強みは圧倒的な接点です。毎日の移動、駅の買い物、都市開発、地域観光、デジタル決済。同じ利用者と何度も出会えることが JR 東日本らしい資産です。リスクは人口減少、通勤需要の変化、災害、設備更新、費用上昇です。鉄道は一度作れば終わりではありません。守り続けること自体に大きな資金と人の力が必要です。海外の方にとって JR 東日本は日本の鉄道の一部に見えるかもしれません。けれど実際には地域ごとの JR 会社があり、JR 東日本は東京圏と東日本を主に担います。この会社を眺めるとき、問いはこうです。人が駅に集まる力をこれからどんな価値に変えるのか。鉄道の安心を守りながら駅と街をどう進化させるのか。長では帳簿を閉じます。線路はただの鉄の道ではありません。人の時間を運び、街の商いを育て、地域の記憶をつなぐ道です。JR 東日本の物語は国鉄改革から始まりました。今は駅を街へ、スイカを生活へ、鉄道を未来の接点へ広める明に入っています。この会社を見る鍵は、線路の上だけでなく、駅を通る人の一日を想像すること。数字の奥にはいつも人の選択があります。また次の一章でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録で次の日本株式会社物語もお楽しみください。